はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2月18日から2月月末までの星の動きやタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。このリーディングが、その皆さんの予言とかではなくてですね、皆さんの生活を豊かにする何かしらのヒントになればいいなと思っていますので、よかったら最後までご覧ください。そしてもし何かしら良かったよって方は、いいねボタンやコメントいただけると嬉しいです。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンドの6、死神逆、カップ5の逆、ペンタクルス5、ワンドページ、ソード6の逆、そしてスターの逆。なるほど。はい、気をつけることで対策がカップの3とジャッジメントとオラクルはワンドの5ですね。5がね3枚も出てますね。はい、ちょっと星の話を先にしますが、この2月の18日以降っていうのは太陽星座が魚座に入るということで、いて座の皆さんにとってはねすごく自分の心がナイーブになるというか、自分が感じてることってこういうことなんだとか、普段あまり目を向けない家族のことだったり、自分のナイーブな感情にアクセスしやすい時期になります。とてもこの2月の末っていうのは水の星座が多いっていうか、感情的にたっぷりタップしてる感じなので感じやすくなると思うんですね。でこれなぜ感じやすいのかっていうと、その何か隠された感情だったりとか、過去の嫌な感情も含め、トラウマ的なものも含め、それを癒していくような、自分で自分のことをもっと大事にしようとか、自分が思い描いている夢をないがしろにせずにそれを温めていこうとか、自分の感性っていうものがどんどん吸収して広がっていくみたいな、そんな感覚の流れなんですね。でさらには2月24日から逆行していた火星が順行に戻るということで、この火星も蟹座に入っているので、非常に見えないところの感覚がやっとなかなか進みたくても進めなかったなっていう事柄がだんだんと解決に向かっていくみたいな感じだと思います。で特にこの2月の末って感情的なね癒しっていうものが起きやすいので、いて座の皆さんは特に。なので迷っていたし、何か後ろ髪引かれるような気持ちもあったけど、気持ちがはっきりするとか、何かやっぱりこれでいいんだっていうような自分の中の解決に向かうっていうような流れだと思うんですね。でその中でそれを踏まえた上でカードで見た時に、やっぱりご自身の中ではいろいろ考えることがあったんだなって感じが出てるんです。やっぱりオラクルがバンドの5なので、あらゆる可能性を考えるとか、あれもできるしこれもできるし、あれもやらなきゃいけないんじゃないかみたいな可能性というものがたくさんある中で、自分がどこにそのエネルギーを注ぐのかっていうものを決めていかなきゃいけないし、どちらかというと同時に何かをしなければいけないみたいな、そんな感じがあって、ちょっとせわしないんですね。エネルギー的に頭の中でごちゃごちゃ考えやすいんですけれども、でもそれに対して自分の中でちゃんと答えが出るよとか、やっぱりこれが正しいんだっていうような、それが正解だよっていうような、過去自分が考えていたことや、これでいいのかなと思いながら決めたことに対しての、なんだか宇宙からの流れとしてそれが正解だよって言ってもらえるような、そんな流れがあったんじゃないかと思うんです。もしくはあるんじゃないかと思うんですね。まだご自身の中ではちょっとこれでいいのかなって思う気持ちとかね、迷う気持ちあるかもしれませんが、でも答えは分かってるっていうか、もうそれが正解なんだって本当は分かってる。感情的な処理だけが追いついてなかったって感じがするんです。でもそういう感情的な処理っていうものをするのにとってもふさわしい時期なので、おそらく癒されていくだろうなと思います。何か大きくスイッチが入るって感じかな。スイッチなかなか入れられなかった心のスイッチをこの時期ようやく入れられるようになるか、もしくはまだスイッチ押してないけどもう押すよねっていう状態の前まで行くみたいな感じです。納得しないと押したくないっていうのはあるかもしれないんですけど、でももうカードもここで再生っていうのが出てるので、ご自身の生活や自分自身やこれからのこと、お仕事も含め人間関係も含め、何かをやはりリセットして新しくしたいんだっていう気持ちが心の中にあると思うので、それに対して少しずつ進んでいく。
決めるなっていう感じがするんですけど、決める前にその感情的に癒されるっていうことが起こると思うので、その癒しのエネルギーが星的には今来てるなって感じです。で、非常に順調にゆっくりと無理せずやっていこうっていう感じがあるんですが、おそらくやることはたくさんあると思うんですよね。今見てのこの2月の末だけの10日間ぐらいの話ですけど、なんか3月までにやらなきゃいけないことがあるとか、3月末ぐらいかなまでにやらなきゃいけないことがあるとか、やっておきたいことがあるとかっていう形で、ちょっとやっぱり何かを同時進行でやっていかなきゃいけないんだろうなっていう状況が出ています。で、それに対してご自身はスムーズにいってないとか、本当はここまで進みたいけどここまでしかできてないみたいな、そういった感覚になりやすいんですけれども、あんまり理想を高く持ちすぎないでねっていう感じもしました。このスターのカードっていうのは本当はすごく喜ばしい、自分のまさに自分の夢です、理想ですっていうような状態のカードなんですけど、その理想が高すぎて自分がそこまで到達していないっていうような意識にもなりやすいので、注意してください。十分少しずつでも順調にでも進み出すので、それが特に24日以降が進み始めるっていう形になります。で、さらには25日とかっていうのもすごくなんか考え方的にマインド的にやっぱりそうだとか、こうすればいいんだみたいな、そういったひらめきっていうものも起きやすい、深いところで気づきが起きやすい日なので、24、25あたりに何か感じることがあるんじゃないかなと思います。そして気をつけることや対策として出ているのが、ぜひ皆さんが感じているその感覚、ちょっと引っかかってるんだとか、実はこれが嬉しいんだとか楽しいんだとか、そういった感覚をぜひお友達とシェアしてくださいって感じが出ています。誰かね、お話ししたりとか一緒に喜んだりすることで、非常に感性はさらに広がるっていうかね、喜ばしい形に収まるって感じもありますし、あとその復活するっていうカードが出てるんですね。これはおそらくその一側の皆さんがもしかしたら去年ぐらいから考えていたこととか、自分の人生でいつかこうしたいんだって思うような、なんとなくそういった道筋に対して自分がそこの王道に戻るみたいな感じもあるかもしれません。で、王道に戻る流れなんだけど、自分ではまだまだ進んでないとか、もっとこうしなくちゃいけないというふうに思いがちなので、十分今できることをやってる自分で大丈夫っていうふうに思っておいてくださいね。ちょっとこれのプラスちょっとお仕事のこと見てみようかな。仕事、お月さんですね。エンペラー、カップのキングということで、まだはっきりしない出来事、この仕事できるかな私とか、これでいいのかなみたいな気持ちあるかもしれませんが、非常に強いんですね。その不安とか、不確かだからこそ自分の能力が開花されることがあるよっていうふうに言われているので、そのメッセージとしては十分こなす力あるんですっていう感じで言われてるんですよね。特にこの時期2月の末だけで言っても、さっき言った24日とか25日あたりっていうのも非常に仕事への力を発揮できる、こうすればよかったんだとか、こうすればいいんだっていうのも分かる、そっち方面でもひらめきが起こる時なので、自分の強みっていうものを感じられるかもしれません。で、さらに強みを知った上で思いやりもそこにあるみたいな感じがあるので、カップのキングも出てますしね。で、インスピレーションっていう自分の直感も使ってできるっていうのがあるので、保証があるから、これができる、大丈夫っていう保証があるからそれをして満足ではなくて、保証がないこと、もしくははっきりしてないことに自分の力を信じて試していくことによって、さらなる自信につながるよって感じが出ています。もしくは上司とか、その何か目上の人とか、そういった方との関係っていうのはすごくいいかもしれませんね、この時期。そんな感じですよ。ぜひお仕事で力試してほしいなって感じがします。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係はソードの10とワンドのナイト、そしてワールドということで、ちょっと人間関係に関しては
ご自身が気にしすぎている、ご自身が気を使いすぎているっていうことがあるかもしれません。でもそれはなぜなのって言ったら、自分の中で忙しいからですね。やっぱりいろいろあれもしなきゃいけないし、これもしなきゃいけないしっていうことで、なんだかこういろんな同時進行でいろんな人とやり取りしなきゃいけないとか、関わらなきゃいけないっていうのがあるから、ちょっと疲れたなっていうのもあるかもしれませんし、ちょっと自分の行動力とかエネルギーを少しブレーキかけたいなみたいな感じもあるかもしれませんが、関係性としては非常に恵まれた関係性があります。で、なぜかっていうと、やっぱりこの2月の末ぐらいっていうのはすごくその感情的に満たされる。特にいて座の皆さんは乾いた大地に水が潤うぐらいの感じで、この感覚が欲しかったのよみたいな、この感覚だみたいな、そういったものを感じられるかもしれないので、ちょっと疲れてるなとか、ちょっと面倒だなと思ったとしても、その誰かと関わること、人と関わることによってすごく心が満たされるっていう感じがします。そして整う感じがしましたね。いいですね。ぜひぜひ癒されてください。はい、そんな感じです。最後にもう一枚オラクルカードを引いてみたいと思います。あくまでもその進んではいってるんだけど、自分のこう体感とかスピード感でいうとまだまだ進んでないって思いがちなんですけど、さっきの仕事のとこでも出てきたような、要するに不確かだからこそ生まれる可能性があるよっていうことを言われているのでね。はい、このこのカード出ました。どうでしょうか。これを見て何かしら感じることがあれば、皆さんも直感使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。まさに不確かなことって感じで言われてますよね。いろんな選択があり、不確かだしわからない。だからこそなんていうの、混乱してるように感じるかもしれないけど、だからこそ可能性があるんだよっていうメッセージだなっていうふうに思いました。はい、ということでここまでにしておきます。また3月の2日までに次の動画アップしたいと思います。3月もまたね、いろいろ星が動きますので、たっぷり解説していきます。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。